ヌビアネオ 5GT が日本でも発売されます。国内発売の噂もあったため、ブログで取り上げていました。今回の日本版は、グローバル版をそのまま持ってきた形ではなく、一部に変更が見られる様子。まずは、国内発売の内容を確認しつつ、この端末がどんな立ち位置のモデルなのかを見ていきます。この動画では、端末の性能機能がわかります。役に立ったと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。2026年4月23日発売。価格は52,800円です。グローバル版との価格差は約2万円。期間限定で発売記念キャンペーンが実施中です。詳しくは公式特設ページまで。画面サイズ 6.8 インチ 1.5K 画質。OLED ディスプレイ。ピーク輝度 4500 ニッツ。リフレッシュレート最大 144Hz。本体サイズ、幅 163.6、高さ 75.8、薄さ 8.4mm。重さ 200g。CPU はメディアテック、ディメンシティ7400。国内版はシングルグレードです。カメラは、メイン5000万画素、深度200万画素。フロント1600万画素。バッテリー 6210mAh。急速充電対応 55W。バイパス充電対応。OS は Android 16。防水防塵等級 IP64。Wi-Fi は 6E。Bluetooth バージョン 6.0。4G と 5G のバンド対応に差があるように見えますが、これは海外対応バンドが整理された形。センサー関連は画面内指紋認証、加速度センサージャイロスコープ確認。GPS 対応表記あり。その他機能は、デュアル SIM、ナノ SIM で eSIM は非対応。ステレオスピーカー、ショルダートリガー。イヤホン端子なし。冷却機能はベイパーチャンバー数値表記あり。色は、ブラック、シルバー、2色展開。本端末はミドルクラスです。CPU 総合スコアは88から94万点前後。普段使いに困らないだけでなく、ゲームもある程度遊ぶことは可能です。一方で、最上位ゲーミングスマホ向けのチップではないため、期待値を上げすぎない、という見方ができます。国内版とグローバル版で、まず目につくのは充電性能でしょう。グローバル版は 80W 表記、国内版は少し控えめ。メモリストレージ構成は一つに統一、このことで差が出ています。SIM 周りも少し違います。グローバル版では、国や地域によって eSIM 対応だったのに対し、国内版は非対応。使い勝手という意味ではワンランク下がります。スペック表記の面では、グローバル版も分かりにくい面がありましたが、国内版もスピーカーなど分かりづらい点があります。個人的に気になったのは色展開。日本版はシルバーとブラックの2色。一方でグローバル版では、イエロー系の目立つカラーが印象に残っていました。この色はゲーミングスマホらしい派手さを感じやすい色だっただけに残念。価格設定の問題で、性能だけでなく、こうした見た目の方向性も国内向けに調整されたのかもしれません。端末の強みは、価格に対してゲーム向け機能が多いこと。ベイパーチャンバー冷却、ショルダートリガーなど。さらにこの価格で、冷却ファンまである力の入れよう。一方で、弱みもあります。カメラはデュアル構成で、超広角や望遠はありません。防水防塵等級も、IP64 程度、ここ最近の IP68 対応端末と比較すると強くはないと言えます。そのため、この端末は、手に取りやすい代わり、必要な部分を絞ったゲーミングスマホ、と言い換えることもできます。ゲーム向け機能はあるものの、最上位機と真っ向勝負する構成ではありません。本端末は、そこまでの構成を求めない人向けの一台です。今回の動画はここまでです。高評価やチャンネル登録、コメントなどで反応をいただけると今後の作成の励みになります。ご視聴ありがとうございました。